こんばんは。はるです。今回はバーサスチーム2のティアレスになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアレスになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、配送選手だったりとか SBC 目標できている選手をティアレスにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらがバーサスチーム2のティアレスになります。まずは D ですね。D はですね、バーサスファイヤのギュンター、そしてアイスのギュンターと、この2つの、カードになってますね。ギュンター、ファイヤーになるんですけれども、ギュンター自体ね、悪くはないんだけれども、やっぱりどうしても、物足りなさっていうのは感じてしまいますね。ペースがあるっていうのはいいんですけれども、このファイヤのバージョンだと、やっぱりパスがうまくないっていうのが一つ、不満なところと、守備もね、特段めっちゃできるっていうわけでもない、今の現環境だったら物足りなさっていうのは絶対に感じて、しまう方は多いと思います。フィジカルもね、ゴリゴリ強いっていうわけでは、ないので、あまりね、優先して使う選手ではないかなというふうには感じますね。クイックステップのプラス、ついてるのは全然いいんだけれども、やっぱそれでも、ちょっと弱いなと感じることは多いというふうに思いますね。で、あとはアイスですかね。こちらはパスがね、うまいんですけど、パス能力上がったとしても、ただね、こっちも物足りないんですよね。上がってファイヤーよりかはいいんだけれども、どうしても視野71っていうのは苦しいですし、あとはね、こっち RB かな、右サイドバックの選手として、使わないといけないっていうか、ポジションが変わってはいるので、その中で逆足は4だけれども、ただね、逆足で蹴ることっていうのがやっぱり多くなってしまうっていうところで言うと、パス面そこまで変わらないのかなと思ってはしまいますね。で、ドリブルもやっぱり重たいですし、レーザーも80っていうのはちょっと厳しい。で、守備がね、こっちは弱くなってるんで、ファイヤーでもね、ちょっと物足りないって言っていた、守備がこっち下がってしまうので、なかなかちょっと使いように困るかなという風なところですね。やっぱクロスのプラスね、アイス版はついてるので、そのクロスを上げる専門として使うんだったら、ね、全然いいとは思いますけれども、ただ、すごく代わりがいてしまうような、そんな右サイドバックにはなりますね。でそして続いては C ですね。C はですね、バーサスファイヤのリシャ・アリソン、そしてアイスのリシャ・アリソン、そしてファイヤのガクポ、そしてアイスのガクポ、そしてアイスのサンチェス、アレクシス・サンチェスですね。この5枚のカードを C に入れてますね。まずはファイヤのリシャ・アリソンですね。この人はですね、そこまでやっぱり悪くはないです。スキル4逆足5っていうのは、本当に素晴らしいなと思うんですけれども、ただね、持ちやすいタイプではないです。どうしてもドリブルは。なので本当にフィニッシャー型として使える方ならありなんですけど、ただ多くの方は、活躍させるのがちょっと難しい選手にはなってしまいますね。ある程度冷静さもね、87、こちらあるので、全く悪くはないし、フィジカルだったりとかも意外とね、強かったりとかは、します。で、ラピッドのね、プラスもついてるんで、速さという部分ではいいんですけど、やっぱね、細かいタッチってのはちょっと難しい選手にはなる。できなくはないんだけれども、ただちょっと重たいな、遅いなって感じる方は多いと思うので、スキル逆足が良かっただけに、個人的にはもっとアップグレードをされてきて、出てきて欲しかったなっていうのが本音ですね。で、あとはアイスですかね。アイス版はですね、アクロバティックのプラスかながついていたりとか、しますし、ジャンプとかヘディング、こっちの方がうまいという風な感じになってるので、クロスゲーもありかとは思うんですけれども、ただ身長はね、184なんで、特段めっちゃ高いというわけではない。クロスゲーするんだったら他の選手でいいという風な感じには、なってしまいますね。決定力、高いですし、この人も。こちらのカードもね、悪くはないんだけれども、ドリブル面はね、ちょっと、ファイヤーよりも劣っては、しまう部分もありますし、なかなかちょっと本当にフィニッシャー型というか、ワンタッチゴール前で、パス、リチャーリソン出して、トラップ、ワンタッチトラップしてすぐシュートとか、そういうような使い方だったら全然活躍はしてくれるんですけど、1試合通してちょっと消えてしまう試合が、多いなというふうには思いますね。パスもね、特段上手くないっていうのも、ちょっと微妙な、ところですね。
で、そして続いてガクポですかね。まずはファイヤのガクポに、なるんですけれども、ガクポもね、もっとね、強く出てきて欲しかったなっていうのは個人的に思います。金のガクポは今作序盤最初開幕自分はすごくお世話になった選手で使用感もね、良かったので、今のこの現環境で、トップクラスぐらいに入ってくる。それぐらいやっぱ能力高くね、出てきてほしかったなっていうのは思います。ファイヤーはスキルが5になってるんで、スキル使う方にとっては、全然いいと思うんですけれども、あと速さもあってね。ただパスこの人もあんまりうまくはないですし、冷静さももうちょっと欲しいなっていうのは思います。で、ドリブルはリシャよりちょっと重さはあるんだけれど、スキル使える方ならまだ全然、いいとは思いますけど、ただ、ドリブル自体に不満を抱く方は多いですね。で、プレイスタイルプラスこちら、パワーシュートが、ついてるんですけれども、使う人、使わない人限られてくるかなというふうなところですね。まだ、悪くはないんだけれど、やっぱり物足りなさっていうのはね、やっぱり C ランクなので感じてしまうなというふうには思いますね。で、あとはアイスですかね。アイス版に関しては逆足が5かなに、なってますね。で、もちろんスピードに関してはクイックステップのプラスこちらついてるので、こちらの方が速さは感じるというふうに思いますね。で、冷静さもこちらの方がプラス2かな。2高いっていうのもいいところで、ドリブルがちょっと軽くなって若干改善されているっていう風な、カードになりますね。その分、シュートがちょっと、能力低くなってるよっていう風な感じにはなるので、そこのところが ST 選手としてどうかという風なところですね。そこまでアイスもファイヤーも、個人的には変わらないかなという風なところではあるし、もっと強くあって出てきてもいいんちゃうかなっていうのは思います。多分使いやすいのはスキルいらない方だったら絶対アイスだと思いますね。パスとか、ドリブルの改善っていうのを見られるので、ただスキル使うかって言ったらファイヤーなのかなって思ったりもします。足りないところが、まだまだこの人もある中で出てきたなという風なところでちょっと残念ですね、ガクポは。で、そして続いては、アイスですかね。アイスのサンチェスになります。この人はですね、やっぱり逆足が5なんですけど、全然悪くはない。パサーとしてキャムの選手にはなったんで、全然悪くはないんですけれども、ただ、どうしてもね、シュートをそこまで決めきれなかったりとかはしますし、ティキタカのプラスついてるのは本当によくって、パスを主体として攻める方にとってはいいとは思うんですけれども、代わりがいてしまう。今正直ね、これぐらいのパス能力とか、ティキタカ備えてる方っていうのはね、方っていうか選手っていうのは多くいるので、代わりは全然いるんですよね。それプラス、ペースがめっちゃ速かったりとか、シュートがめっちゃ上手かったりとか、したら全然また変わってはくるんですけど、若干別にそのサンチェスじゃなくてもいい感っていうのがすごく、ありますね、使ってて。で、かつフィジカルも結構弱かったりとかはするので、ワンタッチとかツータッチとかで叩けないと、ちょっとなかなか難しい。軽いし、全然モテはするんですけれども、ただどうしてもフィジカルで潰されたりとかするシーンっていうのは、ありますね。使いこなせれば、全然、活躍はしてくれる選手ではあるんですけれども、特段理不尽さっていうのはあまり感じない、そういう選手にはなってしまいますね。で、そして続いては B ですね。B はですね、SBC で来ましたガビですね。ファイヤとアイス。そしてファイヤのローレンス。そしてアイスのローレンス。そしてファイヤのアレクシス・サンチェス。そしてファイヤのレナード、アイスのレナードと、こちらの選手たちになってます。まずはガビですかね。SBC で来たファイヤのガビはですね、スキルが5になってます。この選手、もちろん初めての強化カードっていうのことで88までアップグレードをされたんですけど、若干物足りないかなっていう風に個人的には思いますね。攻撃的なガビを使いたいって方は、こちらのガビにするのがいいんじゃないかなというふうには思いますね。ただ冷静さの部分っていうのは80、もうちょっと欲しいなっていうのは思いますし、ドリブルとかパスっていうのは非常に上手くはなってますし、守備面のね、改善でも見られはするんですけれども、ちょっと人によっては、あんまやなって思う人もいるかもしれないですね。で、そしてアイスのガビですね。自分はこちらの方を作っ
って使ったんですけど、やっぱり冷静さ80、気にはなるなという風なところですね。パスはうまいです。やっぱりファイヤーと同様にですね、能力的には高くなってますし、逆足もこちらは5なんで、バランス型というか、守備戦とまではいかないです、この人は。なので、攻撃的なガビってよりかは、ちょっとこうバランスを取るガビっていう風な、感じが、このアイスのガビにはありますね。ペースも84あって悪くはないし、ほんとパス面に関してはね、何の問題もないんですけれども、ただやっぱり今の現環境、パスが上手いのは当たり前で、そっから何をね、もたらしてくれるのかっていう風な感じなんで、そういう風な意味では現環境、もちろんね、B には入ってくるぐらい強化は、されたんですけれども、ちょっともうちょっとね、強くあって欲しかったなという風に思います。ガビは好きなので、もっと強いガビが個人的には見たかったなという風には思いますね。で、そして続いてローレンスですね。ファイヤーのローレンスになるんですけれども、LB になってます。もともと RB の選手で右なんですけれども、LB になってて。なので、やっぱりギュンターと同様に逆足でね、蹴ることが多いです。ただパスはね、ある程度この人上手いし、めちゃくちゃね、操作がしやすいです。本当に操作がしやすいし、ちっちゃい選手でドリブルで運んでいける。このファイヤーだとテクニカルのプラス備えたので、コントロールスプリントもね、うまく使えるんじゃないかと思います。で、クロスのね、プレイさんを持ってますし、あとはクイックステップとか、岩佐なしもついてる、ブロックもついてたりするんで、若干ちょっとこう、キャシャウィー感がね、あるという選手になりますね。結構自分的にはね、普通に強い、選手にはなりますし、スタメン級だなと思いますね。で、あとはアイスの、ローレンスになりますね。こちらは元々の登録通りのポジションで RB ということになってますね。ジョッキーのプラスになっていて、てか、元々金がジョッキーのプラスだったんで、そこが変わらずで、操作は本当にしやすい選手になります。めちゃくちゃいい、この人。本当に使用感はね、マジでね、抜群にいい選手になるので、個人的には強化カードが出てきてくれて嬉しいなというふうには思いますね。ただ、やっぱりフィジカル面は気にはなって、しまうので、そこだけは注意かなというふうに思いますね。アレックス・バルデだったりとか、ランプティとかと同じような、系統の選手にはなるので、そこのフィジカル面以外はですね、結構完璧かなと。何も不満は、あんまりない選手にはなるので、結構自分的には推したい選手に、なっておすすめですね。で、そして続いて、ファイヤーのアレクシス・サンチェスになります。チーム2では個人的に、ファイヤー版とアイス版で結構ランクを分け隔てることができるのはサンチェスかなと思いますね。リアクションの数値はね、やっぱ低かったりとかしますし、冷静さももうちょっと欲しいなというふうには思うんですけれども、ドリブルの軽さ、プラススキルが5になったっていうのは非常に、でかくって、ペースも90までありますし、割といいなと思いますね。で、アイスのサンチェスだとどうしてもシュート面が気にはなるんですけれども、こちらはアップグレードというか、能力が、シュート能力が高くはなっているので、まだ気にはならないという、そういう選手に、なりますね。やっぱドリブルの軽さ、プラススキルも5で、かつシュートも、高いっていう風になると、結構アイスとファイヤーで差はあるかなと、思いますね。で、パスもね、別にそんなに、めっちゃ下手っていうわけでも、めっちゃ上手いってわけではないんですけれども、ただ、ST 選手としてはまだ、できる方かなという風にも感じますし、今週とか、テクニカルとか、あとはパスのね、普通にプレイサイもついてますので、敵タ感もついてますので、プラスじゃないですけれどもついてるし、全然悪くはないかなという風には思いますね。で、そしてあとはレナードですかね。ファイヤー版、アイス版ともにという風なことになるんですけれども、まずはファイヤーですね。この選手に関しては、十分強さは、あって、ペースがね、気にはなるっていう風なぐらいですかね。ただ守備面に関しては、普通に強いなと思える選手ですし、全く悪い選手ではない。普通にスタメンに入ってても今の現環境おかしくはないかなという風なところですね。その中でよりちっちゃい、やっぱ男子選手と比べると小さいんですけれども、フィジカルで、ゴリッといってくれるっていうのが一つ特徴かなと思いますね。逆足4になったっていうのも一つ、でかいかなと思いますね。で、そしてアイス版のレナードになりますね。このバージョンはボランチに、ポジションが変わって
ますね。その分パスが、上手くなってます。ただ、守備面がちょっと落ちてるという選手に、なりますね。パスは、めちゃくちゃ上手い選手で、空中戦のエアリアルのプラスも、ついてはいますね。ただペースがやっぱちょっと、マイナス1されてはいるので、センターバック起用だったら、元々の、先ほどのファイヤー版の、レナードの方がいいかなというふうには思いますね。なのでね、ちょっと使い方が、難しいというか、あまり多分使われない選手にはなってしまうんですけれども、この選手もそこまでファイヤーと、変わらずにですね、スタメン級の選手にはなるかというふうに思ってここに入れましたね。で、そして続いては A ですね。A はですね、バーサスファイヤーのフェリックス、そしてバーサスアイスのフェリックス、そしてバーサスファイヤーのコマン、アイスのコマンと、この4枚のカードになってますね。まずはファイヤーのジョアン・フェリックスですね。スキル逆足は変わらなかったんですけれども、LW に変更をされて、スピードが速くなったフェリックスに、なりますかね。その分、シュート面だったりとかはちょっと劣るっていう感じですけれども、ドリブル特化という選手になるかと思いますね。ファーストタッチの質、トラップのね、プラスを備えてますし、テクニカルとか、あとはトリベーラとかがついているという風な感じですね。個人的にやっぱり使用感は、フェリックスはいいですし、多くの方に合う、そんな選手にはなりますね。フィジカルはね、若干やっぱり弱さっていうのは、なくはない選手にはなるので、理不尽さっていうのも、なきにしもですけど、ずっとあるっていうわけではない選手ですね。ただやっぱり総合的にですね、非常にトップクラスの選手にはなってるなというふうに思いますね。で、そしてアイスのフェリックスですね。こちらは CF。その単純に強化されたっていうフェリックスになるんですけれども、トリベラのプラスを備えてますね。値段ももちろん高いですし、先ほど言った通り、フェリックス自体の使用感っていうのは、いいので、十分、トップクラスに入ると思いますね。で、冷静さも88あるっていうのは、個人的には素晴らしいなという風なところですし、シュートもうまいので、ドリブルで相手をずらしたりとか、かわしながらですね、最後のシュートっていうのも決めきれるようになっているという、そういうアイスのね、フェリックスになるので、結構おすすめかなというふうに思いますね。ファイヤーかアイス、どちらも使えるんだったら自分的には、やっぱりアイス版の方がおすすめかなというふうに思いますね。で、そして、ファイヤーのコマンになります。バーサスファイヤーのコマン。コマンね、逆足が変わらなかったっていうのは、個人的には残念なところではあるんですけれども、この人も速さという風なところとドリブルの軽さっていうのがある選手になりますね。単純な、純粋なアタッカー、サイドアタッカーとして見てもらえるといいんじゃないかなと思います。で、シュート力っていうのが、高い選手にはなるので、ある程度。なので、中から切り込んでいって、最後ファーにズドンみたいなシュートも意外と決めきれる選手にはなりますね。で、容赦なしのプラスついてるっていうのは結構サイド選手、サイドアタッカーとしては珍しいかなというふうには思うんですけれども、これによって、サイドでもずっとアップダウンできるっていう選手になりますね。スタミナ自体はね、能力的にはそこまでないんですけれども、容赦なしのプラスっていうのは結構でかいなというふうには思いますね。で、そして、アイス版のコマンですね。こちらもですね、普通にやっぱ速さっていう風な部分とドリブルの軽さっていうのはありますね。冷静さはマイナス1ファイヤーからされているもののですね、そこまで変わりはないかなという風なところですね。こっちの方がシュートはまだ、ある程度決めきれる、改善はされてはいますので、こっちの方がもしかするとシュートは入るかもしれないですね。で、パスもね、うまいっていうのはアイス版の特徴で、結構サイドアタッカーとしては、いいなというふうに思いますね。で、パスかなのプラスついていたりするんで、結構本当にアイス版の方がこちらもまだいいかなというふうに思いますね。コマンに関してはファイヤー、アイスともに逆足自体がね、4とかになっていたらより良かったなというふうには思いますね。で、そして続いては S ですね。S はですね、バーサスファイヤーのロドリ、そしてアイスのロドリ、そしてファイヤーのルディガー、そしてアイスのルディガー、そしてファイヤーのトモリ、アイスのトモリ、そしてアイスのラッシュ、そしてファイヤーのラッシュと、この選手たちに
なってます。まずはファイヤのロドリになりますね。CDM とポジション変わらずの選手で単純に強化されたという選手になりますね。ペースも83まで、行きまして、だいぶアップグレードをされたなという印象がありますね。パスも上手いし、守備面に関してはこの人トップクラスだと思います。フィジカルも強い、インターセプトだったりとかガツンと取り切る守備っていうのもしっかりできる選手。で、冷静さもリアクションもある程度高くって積極性もあるっていう選手になるので、割と全然いいなというふうには思いますね。で、シュートも、結構打つことができたりするので、そういうような部分でも重たさっていうのはどうしても、ある選手にはなるんですけれども、ただ、総合的にプラスの要素っていうのが非常に多い選手になりますね。結構やっぱり近いので言うとビエラかな。ビエラの守備自体はビエラの方がやっぱり理不尽さはちょっと感じてしまうかなと思うんですけれども、若干その守備面を弱くして、その分パス面だったりとか、シュート面だったりとかが上手くなったっていうのがロドリかなというふうに思いますね。で、そしてアイスのロドリになります。こちらは CM に変わってはいますね。その分ペースがね、プラス3かな、されていたりとかはします。あとはドリブルも若干改善をされているという選手ですね。ただ、守備面とか、フィジカル面はちょっと劣ってしまうよという選手になりますね。パス本当に上手くはなってますし、若干使いやすいのはこっちのロドリかなと思うんですけど、守備を考えると、ファイヤーのロドリでもいいんじゃないかという風なところですね。やっぱ個人的にロドリ、センターバックとかにね、ポジションが変わってくれれば、これから紹介するリュディガーとかトモリだったりとか、チーム1できたラモスだったりとかとね、交換ができたんですけど、なかなかしないですね。センターバックになんか登録しないっていうのは、なんかあるんちゃうかなと個人的には思います。で、そして続いてファイヤーのリュディガーになりますね。こちらセンターバックの選手で単純に強化された、選手で、やっぱり速さ84、ペースありますし、ディフェンス能力、フィジカル能力っていうのもすごく高い選手になりますね。で、エアリアルのプラスついてはいるので、ジャンプも高いし、空中戦では負けない。まだコーナーキックでは強さを発揮してくれるという選手になりますね。で、リアクション、冷静さ、積極性っていうのも、ある程度、冷静さもちょっと欲しいところであるんですけども、十分かなと思います。で、あとはパス面だったりとかも、うまくはなっているので、個人的には、素晴らしく強くなったなというふうには思いますね。単純に、十分 S に入る力っていうのを持ってますね。で、そして続いてアイスのリュディガーになります。この選手 CDM かな、ボランチの選手に変更をされましたね。インターセプトのプラスを備えて、ファイヤーよりもペースが速かったりとか、ドリブルが上手くなっているという選手。その分、ディフェンス能力とか、フィジカル面は劣るよと。ラモスと同じような感じですかね。ラモスの本当アップグレードの仕方、ダウングレードの仕方っていうのは同じような、感じですね。リュディガーは、インターセプトのプラスついてんのは結構でかいかなというふうに思うんで、自分的にはできればこっちのリュディガーの方がいいんじゃないかと思いながら、ただファイヤーもめちゃくちゃ強いので、自分的にはファイヤーでもいいのかなって思ったりは、しますね。個人的にリュディガーに関してはどちらも強い選手に、この人もね、なりますし、スカートに刺さる方でいいんじゃないかなと思いますね。ただ、ペース86っていうのはちょっとね、アイス魅力的だなと思います。で、そして続いてはファイヤーのトモリですね。こちらもですね、センターバック、ファイヤー版はセンターバックという風なことで単純にアップグレードされた選手になりますね。値段も高いので、さすがトモリだなという風に思います。速さ、ペース88もありますし、守備能力もしっかりしていて、フィジカルもあって、あとは空中戦、この人も負けない力、持ってますし、リアクションも90までいったっていうのはでかいなと思います。そして冷静さ、だったり積極性もあるっていうのは本当素晴らしいですね。で、逆足も4なんで、ロングパス自体はそこまで上手くはないんですけれども、ビルドアップ能力っていうのはそこまで、全くないわけではない選手に、なりますね。で、ブロックのプラスも備えてはいるので、本当にかなりメタセンターバックにまた返り咲いたなという印象を受けますね。で、そしてアイスのトモリになります。こちらのトモリもリュディガーだったりとかと同様に CDM に変更をされてますね。で、アップグレードの仕方としては、こちらも別に同様ですかね。ドリブルとかがね、上手くなったり、パスも上手くなったり、その分、ディフェンスとか、フィジカルっていうのは、
ちょっと落ちたよっていう風な感じですね。そしてこちらのトモリはジョッキーのね、プラスがついてはいるので、そこ結構でかいかなという風に思いますね。ただファイヤーのトモリのブロックのプラスっていうのも、かなり魅力的ではありますし、ペースがね、そこまで変わらないんだったら、ファイヤーの方がなんかトモリは強そうな、気はしますね。それでもどちらも、めちゃくちゃ強い、選手になりますし、メダセンターバックかなという風には思いますね。で、そして続いてアイスのラッシュフォードになります。ST の選手として、こちらも単純に強化をされたという風な感じにはなるんですけど、逆足は変わらなかったですね。3のままという風な感じになってます。能力的にはすごく高く、なってますね。トリベラのプラス備えてるのプラス、ロングシュート値とかカーブ値っていうのがある程度、あるので、アウトカーブっていうのもしっかり決めきることができるなというふうに思いますね。で、さらにフィジカルもついてますし、しっかりこの人は足も速いし、単純にフィジカルだったりとかでも負けないっていう選手になりますね。で、冷静さもね、87まで、行きましたんで、だんだんアップグレードされてるなという風な印象ですね。ドリブルは、個人的にはそこまで気にはならないんですけれども、人によってはどうしてもデカさがある選手になるので、重いと感じる人はいるんじゃないかという風に思いますね。ただ、別に、そのスキル5を使える方だったら十分使いこなせる、それぐらいの選手になりますね。で、そして、ファイヤーのラッシュフォードですね。こちら RW に変更をされてますね。もともと LW なんですけれども、逆サイドができるようになったっていうのは結構でかいなと思います。さらにラピッドのプラスを備えてはいるので、元々のペースの速さ、プラスそのプレイスタイルでのブーストっていうのがかかっている、そんな選手になりますね。で、かつ冷静さ、こちらは89かなまでいってるので、むちゃくちゃ強くなってます。で、シュートに関しては、もちろん ST の先ほどのね、アイスよりかは、能力は下がってはいるんですけれども、全然決めきれる力っていうのは持ってると思いますね。で、パスもね、うまくはなってるので、ちょっとね、ファイヤー版はエグいなという風に思います。こちらも逆足は3のままなんですけれども、ちょっと能力が化け物すぎますし、めちゃくちゃ強いなという風には思いますね。値段もね、多分300万ぐらいすると思うんですけれども、非常にその値段の価値っていうのは十分にあるかなと思いますね。一気に右ウィングのアタッカーとして最強クラスになったラッシュが来たという風に思いますね。こちらが VS チーム2のティアレスになります。少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいのだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。